125万台のギネス記録。世界が選んだ最高のオープンカー。35年止まらない伝説。なぜマツダロードスターだけがスポーツカーにとって厳しい現代において35年間も生産され続けているのか解説。始まるよ。やあ皆さんこんにちは。はじめましての方ははじめまして。さてレ夢ム、突然だけど、スポーツカーの墓場って聞いたことあるか？墓場？何それ、怖いわね。1989年以降、世界中で生まれた、手頃な価格のオープンスポーツカーは、ざっと数えただけでも10車種以上あったんだ。ホンダ、S2000、トヨタ、MRS、スズキ、カプチーノ、ホンダ、ビート、ロータス、エラン。うわぁ、豪華なメンバーね。ところがだ、その全部が、今は生産終了してる。全滅だ。全滅？そう、全滅。そしてその中で、たった1台だけ、35年間ずっと作り続けられている車がある。マツダ、ロードスター？正解だ。累計販売台数125万6158台。世界で最も多く生産された2人乗り小型オープンスポーツカーとしてギネス世界記録を持ち、今もなお更新し続けている化け物だ。125万台。今日はこの、なぜロードスターだけが35年間生き残れたのかを徹底的に解説していくぜ。よろしくお願いします。カイアクティブ G。この動画を見終わる頃には、ロードスターが単なる、いい車じゃなくて、自動車史における奇跡的な生存戦略の結晶だってことがわかるはずだ。楽しみね。それじゃあ、今日も楽しく解説やっていこうな。まず最初に、なぜ他のスポーツカーが死んでいったのか、ここを理解しないと、ロードスターの凄さはわからない。そうね、比較対象がないとピンとこないわ。よく、スポーツカーは売れないから消えたって言われるだろ？でもな、実はそれ、半分は間違いなんだ。そうなの？ああ、本当の死因は、規制と、親会社の破綻だ。例を挙げていくぜ。まずホンダ、S2000、2.0 リッター自然吸気で250馬力、リッターあたり125馬力という、当時としては狂気のエンジンを積んでいた。250馬力、それはすごいわね。だがな、この超高性能エンジンがあだになった、排ガス規制の強化に対応する次世代エンジンを開発しようとしたら、莫大な投資が必要になる。さらに2008年のリーマンショックで、ホンダは、環境技術に全リソースを集中すると経営方針を転換。S2000 は累計約11万台で、2009年に生産終了した。リーマンショックがとどめを刺したのね。次に日本では有名ではないがポンティアック、ソルステス、260馬力のハイパワーモデルで、一時はロードスターを上回る月間販売台数を記録したこともあった。それなのに消えたの？ああ、2009年に GM、つまりゼネラルモーターズが連邦破産法第11条を申請して経営破綻。ポンティアックというブランド自体が丸ごと消滅したんだ。車が悪かったんじゃない。親会社が死んだんだ。ブランドごと消えるって。そしてロータス、エラン M100、伝統の FR 駆動を捨てて FF 駆動にしたことでファンから拒絶され、販売不振に陥った。ロータスなのに FF って、確かに違和感あるわね。しかもロータスの親会社が GM からイタリアの実業家ロマーノ、アルテオーリに渡り、そのアルテオーリが同時に手掛けていたブガッティ復興事業が1995年に経営破綻。負債の穴埋めのためにロータスはマレーシアのプロトンに売却され、エランはそのまま消えたわけだ。車の出来とは関係なく、親会社の都合で消えるのね。そして最新の、ボローがダイハツ、コペンだ。2026年8月末で生産終了が予告されている。コペンも、あれ結構人気あったわよね。ああ、だがな、衝突安全基準の厳格化、騒音規制、自動ブレーキの義務化、これら全部に対応するための設計変更コストが、年間数千台しか売れない軽スポーツカーの利益では到底賄えなくなったんだ。つまり、法律がスポーツカーを殺していくのね。そういうことだ。売れないから消えたんじゃない。規制に対応するコストを払えないから消えたんだ。ここを理解した上で、ロードスターの話に入っていくぜ。1989年2月9日、シカゴオートショーの会場で、初代マツダ、ロードスターが世界初公開された。1989年って、もう35年以上前なのね。この車の誕生には、一人のアメリカ人ジャーナリストが深く関わっている。ボブ・ホールだ。アメリカ人が日本車を作ったの？正確には、作らせただな。1970年代、英国製スポーツカーのマニアだったホールは、マツダの技術者、山本健一氏に、マツダこそ昔の英国型小型スポーツカーを作るべきだと熱弁した。へえ、山本氏自身もホールに勧められてトライアンフ、スピットファイヤーに乗ってみたら、風や光を感じながら走る、馬を御しているような感覚にすっかり惚れ込んでしまった。これが後の、人馬一体というコンセプトの原点だ。人馬一体の原点って、トライアンフだったのね。そして1983年、マツダ社内で、オフライン55というプロジェクトが立ち上がる。オフライン 55？ 商品化の確率が 55% 以上ありそうなモデルを水面下で検討するという意味だ。その候補の一つが、ライトウェイトスポーツだった。55% って、
半分ギャンブルじゃない。まあな。しかもこのプロジェクト、社内からは完全に冷遇されていた。絶滅したライトウェイトスポーツの市場なんて存在しないってな。厳しいわね。このプロジェクトを引き受けたのが、初代開発者の平井俊彦氏だ。1935年、山口県下松市生まれ、中央大学理工学部を卒業後、東洋工業、つまり今のマツダに入社したエンジニアだ。筋金入りの技術屋さんね。平井氏は最初、イギリスの開発委託会社に設計を任せようとしたんだが、送られてきた図面を見て一言。これじゃ量産できない。バッサリね。即座に契約を打ち切って、自社開発に切り替えた。だが社内の協力はほとんど得られない。そこで平井氏がやったのが、デザインセンターの車庫のワンフロアを占有して、そこを開発拠点にすることだった。ゲリラ開発じゃない。その通りだ。平井氏はその場所を、リバーサイドホテルと名付けた。志を同じくするエンジニアたちが集まり、即断即決のアジャイルな体制で開発を進めたんだ。リバーサイドホテル。皆さんお元気ですかじゃねえよ。井上陽水か。言うと思ったよ。多分たまたま被ったんだよ。黄色いバスは来ねえから安心しろ。そうでしたか。ところで、アジャイルって何？簡単に言えば、大組織の承認プロセスを通さず、少人数のチームで素早く意思決定して開発を進める手法のことだ。今でこそ IT 業界では当たり前だけど、1980年代の自動車メーカーでこれをやったのは相当異端だったんだぜ。で、このリバーサイドホテルの精神が詰まった、初代ロードスターは、北米で、マツダ MX-5 ミアータとして、発売直後から大ヒットを記録、車重わずか 940kg。人馬一体の走りは世界中を熱狂させ、ライトウェイトスポーツという絶滅したはずのジャンルを丸ごと復活させたんだ。たった 940kg って、今の軽自動車より軽いわよね。そうだ。そしてこの、軽さこそが、ロードスターの35年間を貫く最大の武器になるんだ。ロードスターを語る上で絶対に外せないのが、グラム作戦だ。グラム作戦？何それ？ダイエット？ある意味ダイエットだな。車両を構成する数万点の部品すべてを、文字通りグラム単位で見直して、無駄な重量を限界まで削ぎ落とすエンジニアリングのことだ。グラム単位？それって気が狂いそうね。実際、狂気的だぜ。でもな、自動車の歴史は、重量増加との戦いの歴史なんだ。世代を重ねるごとに、排ガス規制、衝突安全基準、エアバッグ、ナビ、安全装備、全部が車を重くしていく。実際にロードスターも、初代 NA の 940kg から、2代目 NB で 1015kg、3代目 NC で 1090kg まで太った。どんどん増えてるわね。だが、2015年に登場した4代目 ND では、現代の極めて厳しい安全基準を全部クリアしながら、S グレードのみだが 990kg、1トンを切る車重への、原点回帰を果たしたんだ。安全基準が厳しくなってるのに軽くなったの？そうだ。これがグラム作戦の成果だ。具体例を言うぜ。まずシート。従来のウレタンパッドと金属スプリングの構造を捨てて、ネット素材をハンモックのように貼る、S フィットシートに変更した。これによってシートの薄型化と、大幅な軽量化を実現しているんだ。シートの構造ごと変えちゃうの？ボルトのネジ山の余分な数ミリを削る。溶接に影響のない端っこの金属は、数ミリでも削り落とす。極めつけはドアガラスだ。ドアパネルに隠れる見えない部分をカットして、さらに肉抜き穴を開けている。1g でも削れる余地があれば全部やる。こういう微細な削減を、数万点の部品全部でやるんだ。うわぁ、変態じゃない。褒め言葉として受け取っておくぜ。しかもロードスターが追求したのは、ただ軽いだけじゃない。秒完成モーメントの低減だ。秒完成モーメント？簡単に言うと、車が回転しようとする時の、回りにくさのことだ。重いものを車体の端っこに置くと、回りにくくなる。フィギュアスケーターが腕を広げると回転が遅くなるのと同じ原理だぜ。あ、なるほど。だからロードスターは、エンジンをフロントアクスルより後ろに配置する、フロントミッドシップレイアウトを採用して、燃料タンクもリアアクスルの前に置いてる。重いものを全部車体の中心に集めてるんだ。結果、前後重量配分は理想的な50対50に近づいている。50対50って、完璧なバランスね。そしてもう一つ、ロードスターの骨格を語る上で欠かせないのが、PPF だ。PPF？パワープラントフレーム。フロントのトランスミッションからリアのデファレンシャルギアまでを、一本のアルミ合金製フレームで貫通して結合する技術だ。一本で貫通？背骨みたいなものかしら？まさにそうだ。この PPF が車体の背骨になることで、アクセルを踏んだ瞬間に駆動系のねじれが排除されて、瞬目がダッシュするようなダイレクトな加速感が生まれるんだ。それは気持ちよさそうね。なんか聞いてるだけで走り出したくなってきたわ。ちょっとハンコ持ってくるわ。気が早いな。でもちょっと待て。ロードスターが今まで生き残ってこれたのは、ただ、車がいいからだけじゃないんだぜ。
さて、ここからが本当に重要な話だ。ロードスターが35年間生き残った理由は、車が良かったからだけじゃない。マツダという会社の、壮絶な経営史と一体なんだ。経営の話？技術の話じゃないの？いい質問だ。実はな、どんなに素晴らしい車でも、作ってる会社が潰れたら終わりなんだぜ。さっきのポンティアック、ソルスティスがまさにそうだっただろ。ああ、ブランドごと消えた車ね。マツダの経営史は大きく3つのフェーズに分けられる。フォード参加時代、独立回復時代、FCA 提携時代だ。まず第1フェーズ、フォード参加時代だ。1989年にロードスターが華々しくデビューした直後、マツダは国内市場で5チャンネル体制を敷いた。5チャンネル体制？マツダ、アンフィニ、ユーノス、オートザム、オートラマという5つの販売ブランドを一気に作って、トヨタや日産に対抗しようとしたんだ。5つも、マツダの規模でそれは無謀じゃない？大正解だ。バブル崩壊でこの戦略は見事に大爆死。マツダは数千億円規模の累積債務を抱える経営危機に陥った。数千億？この絶体絶命の危機を救ったのが、アメリカのフォード、モーターだ。1996年、フォードはマツダへの出資比率を 25% から 33.4% に引き上げ、実質的な親会社として経営権を掌握した。フォードに買われちゃったのね。そう。そしてフォード傘下では、徹底したコストカットが求められた。ロードスターも例外じゃない。2代目の NB 型では、専用プラットフォームの新規開発が見送られ、初代 NA のプラットフォームをそのまま使い回して改良するだけに止められた。使い回し？さらに厳しかったのが、3代目 NC 型の開発だ。専用プラットフォームを作る金なんてない。そこでマツダが取った奇策が、上位車種の RX8 のプラットフォームを短縮して有用することだった。RX8 のプラットフォームを切り詰めて使ったの？ああ、RX8 と基本アーキテクチャを共通化した上で、ロードスター向けに最適化したと言った方が近いな。RX8 のフロントミッドシップ、プラットフォームは素性は良かったが、ロードスターにはオーバースペックだった。結果、NC 型は歴代初の3ナンバーボディになったが、開発陣の血の滲むような軽量化の努力によって、RX8 のプラットフォームを使用しているのに重量は 1090kg に抑え込まれた。それでも当時のファンからは、重すぎると批判され、不遇の世代なんて呼ばれることもある。かわいそうな NC。ここで、NC 乗りの人たちに伝えたいことがある。急に真面目なトーンね。ネットでよく言われてるよな。NC は不遇、NC 型はロードスターらしくない。重すぎる、3ナンバーは邪道。違うんだ。NC が3ナンバーの重い車になったのは、開発陣がサボったからじゃない。フォード傘下の地獄みたいな予算制約の中で、それでもロードスターを殺さないために、RX8 のプラットフォームを切り詰めるという血の滲む選択をした結果だ。フォードの収益基準の中で、年間数万台しか売れない車に専用プラットフォームの予算なんて降りるわけがない。RX8 との共有化で開発費を抑えたからこそ、ロードスターという名前が生き残れたんだ。しかも NC 型では電動格納式ハードトップの RHT モデルが大ヒットして、販売の過半数を占めた。NC は新しいユーザー層を開拓して、ロードスターの販売基盤を広げた世代でもあるんだぜ。NC は、妥協の世代なんかじゃない。生存の世代だ。NC 型がなかったら、今の ND は存在しない。これだけは断言できる。NC って、ロードスターの命綱だったのね。そして第2フェーズ、2008年のリーマンショックでフォード自身が経営危機に陥り、マツダ株を段階的に売却。マツダは事実上の独立を取り戻した。独立したマツダは、スカイアクティブテクノロジーという全社的な技術戦略を発表。希望を追わず、ニッチで高い付加価値を提供するというビジネスモデルにシフトした。これにより、4代目 ND 型でついに、専用プラットフォームの新規開発が実現。990kg への原点回帰を果たしたんだ。やっと自由になれたのね。だが、問題がある。専用の FR プラットフォームをゼロから開発して、年間数万台のロードスターだけで投資を回収できるのか？厳しそうね。そこで第3フェーズだ。マツダはフィアット、クライスラー、通称 FCA と提携した。ND のプラットフォームにフィアット製のターボエンジンを乗せて、フィアット124スパイダー、として広島の宇品工場で混入生産するビジネスモデルを構築したんだ。同じ工場でマツダとフィアットを一緒に作ったの？そう、2016年から2020年まで生産された124スパイダーとの量産効果で、ND 型の莫大な開発費を効率的に回収できた。なるほど、他社の力を借りて、自分の理想を実現したのね。まとめると、こうだ。フォード傘下では、RX8 のプラットフォーム有料で生き延び、独立後は、FCA との提携で開発費を回収した。どちらも、マツダ単独では絶対にロードスターを存続させられなかったんだ。いい車を作れば売れるなんて甘い話じゃない。経営戦略とアライアンスの力で、泥臭く生き残ってきたんだぜ。ロードスターって、ロマンだけで生きてきたんじゃなかったのね。ロマンと計算、その両方がなければ、35年は続かなかった。さて、ここからがこの動画の核心だ。ロードスターが生き残った最大の理由に切り込むぜ。でもその前に、レイム、ロードスターに対する世間の声って、聞いたことあるか？あるわよ。
132馬力って今時のミニバンより遅いんじゃない？とか、同じ価格帯の車でも140馬力、200馬力超えは当たり前なのにとか、他にはおじさん車、ナンパカー、実用性ゼロ、2人しか乗れない。あと、ターボなしとか時代遅れ、MT にこだわるのは宗教とかね。全部聞いたことあるな。じゃあ今からその全部を叩き潰すぜ。全部？全部だ。まず、遅いについて、132馬力は確かに現代の基準では控えめだ。だがな、ロードスターが追求してるのは、速さじゃなくて、使い切る楽しさなんだ。約1トンの車体にオープントップ、FR レイアウト、50対50の重量配分、132馬力だからこそ、アクセルを全開にできる。エンジンの回転を全部使い切れる。全部使い切れる？ 300 馬力の車でアクセル全開にできる場面なんて、公道ではほとんどないだろ？でも132馬力なら、合法的な速度域で、全力を出し切る快感が味わえる。これがロードスターの、遅いのに楽しいの正体だぜ。なるほどね。次に、おじさん車、ナンパカー。これに対する最高の反論が、さっきのギネス世界記録だ。累計125万台を超える車が、おじさんの趣味車だけで成立するわけがないだろう。北米では若い世代のエントリーモデルとして絶大な支持を受けてるし、ワールドカーオブザイヤーの2冠は世界中の自動車ジャーナリストによる評価だ。世界一の車に、おじさん車は失礼よね。次に、実用性ゼロ、2人しか乗れないについてだが、荷物や人を運ぶ物理的な実用性はゼロでも、日常のストレスを吹き飛ばす、精神的な実用性は100点満点だバカ野郎。出たわね、スポーツカー乗りの謎理論。でも乗ってる人にとってはその通りなのよね。そして、MT にこだわるのは宗教。これは逆なんだ。逆？今の自動車産業が向かっている方向は、運転を消す方向だ。自動運転、電動化、馬力のインフレ。全部が、ドライバーを操作から解放する方向に進んでる。ロードスターは、その真逆を行ってるんだ。運転を残す方向への進化だ。運転を残す方向。MT で操り、オープンで風を感じ、非力なエンジンを自分の腕で限界まで回し切る。これは対価じゃない。人間が機械と繋がる感覚を取り戻すという、全く別の進化軸なんだ。人馬一体ってのはそういうことだぜ。ロードスター乗りの人たちのこだわりって、時代遅れじゃなくて、別の進化軸にいるだけってことなのね。その通りだ。さて、世間の誤解を片付けたところで、本題に入ろう。なぜ馬力を追わなかったロードスターだけが生き残れたのか、数字で証明するぜ。ホンダ、S2000。車重 1240kg、250馬力、パワーウェイトレシオ 4.96、ポンティアック、ソルスティス GXP。車重 1350kg、260馬力、パワーウェイトレシオ 5.19、アルファロメオ、スパイダー939型。車重 1690kg、260馬力、パワーウェイトレシオ 6.50。すごい数字ね。一方、マツダ、ロードスター ND、車重 1010kg、132馬力、パワーウェイトレシオ 7.65。ちなみに RF の 2.0 リットルモデルは184馬力、限定200台の 12R でも200馬力だが、それでもこのリストの中では圧倒的に控えめだ。RF と 12R についても語りたいところだが、それはまた別の機会にな。圧倒的に非力じゃない。そう、ロードスターは、このリストの中で圧倒的に控えめなんだ。それなのに生き残ってるって、おかしくない？おかしくない。むしろ、パワーウォーズに参加しなかったからこそ生き残れたんだ。これが逆説なんだぜ。どういうこと？いいか、エンジン出力を上げると、それを支えるために全てが重くなる。ミッションのギアを太くしなきゃいけない。レフの容量を増やさなきゃいけない。ブレーキローターを大きくしなきゃいけない。ラジエーターを巨大にしなきゃいけない。つまり馬力を上げれば上げるほど、車全体が重く、高く、複雑になっていく。そして重くなった車は、排ガス規制をクリアするのも大変になる。数年ごとの規制対応で莫大な開発費がかかるようになる。これが、パワーウォーズの罠だ。なるほど。馬力を追いかけると、永遠にお金がかかるのね。S2000 が消え、ソルスティスが消え、アルファが消えたのは、全部この罠にはまったからだ。ロードスターはこの罠を最初から回避した。132馬力で十分だと割り切った。エンジンが非力だから、すべてのドライブトレーンを小型、軽量にできる。車重が軽いから、非力でも十分に楽しい。排気量が小さいから、排ガス規制もクリアしやすい。完璧な好循環ね。もしロードスターが S2000 みたいに250馬力のエンジンを積んでいたら、とっくに RX8 と同じ運命をたどっていただろう。ちなみに RX8 は累計約19万台で2012年に消えた。ロードスターは125万台以上作られて、今も現役だ。19万台対125万台。でも待って、ビートや S660 とかカプチーノとかコペンは64馬力でロードスターよりずっと非力だったわよね。馬力を追わなければ生き残れるなら、あの3台こそ生き残るはずじゃない？いい質問だなレイム。答えは、市場の規模だ。軽自動車のスポーツカーは日本専用のカテゴリーで、年間数千台しか売れない。でも年々厳格化する衝突安全基準や排ガス規制には、絶えずアップデートして対応しなきゃならない。販売台数に対して開発費を回収できないんだ。なるほど。ロードスターはグローバルで年間約3万台を売れる世界商品だ。規制対応コストを世界中の販売台数で薄められる。だから正確には、
パワーウォーズを回避した上で、グローバル市場で適正規模を確保した車だけが生き残れたってことだ。パワーの罠も、規模の罠も、両方回避したのがロードスターだったのね。しかもマツダは、その年間約3万台という規模を、少ないとは考えていない。むしろこの規模で十分に利益が出るビジネスモデルを構築したんだ。スポーツカーを、ブームとして消費するんじゃなく、継続可能な文化的ビジネスとして確立した。ここがマツダの凄さだ。ちょっと感動してきたわ。私も見習って、うちの神社を、文化的ビジネスとして確立させなきゃ。ついに本業に身を入れるか。まずは地道に参拝客を増やすところからだな。とりあえずよその神社に差別化として、派手な賽銭箱を設置して、賽銭王に私はなる。マツダの話聞いてたか。パワーウォーズの罠から何も学んでねえな。そうでしたか。最後に、ロードスターの生存を支えたもう一つの柱について話しておきたい。人馬一体という哲学と、それが生み出した世界規模の文化だ。人馬一体って、馬と人が一つになるってことよね。ああ、でもこれ、ただのキャッチコピーじゃないんだぜ。初代司祭の平井俊彦氏は、人馬一体を、一体感、緊張感、走り感、ダイレクト感、爽快感の5つの要素に分解した。そして品質管理の手法である、フィッシュボーンチャート、つまり特性要因図を使って、どの感覚を車のどの部分でどう実現するかを、設計図面に落とし込んだんだ。感覚を設計図にするって、すごい発想ね。この思想は歴代の示唆にバトンのように受け継がれてきた。2代目の木島隆夫氏はグラム作戦を推進し、3代目の山本信弘氏は ND 型の原点回帰を牽引し、4代目の中山忠氏はチーフデザイナーから示唆に就任して造形美とエンジニアリングを融合させた。デザイナーが示唆になったの？珍しいわね。歴代初だ。その結果、ND 型は2016年に、ワールドカーオブザイヤーと、ワールドカーデザインオブザイヤーをダブル受賞した。この2冠同時受賞は、同賞の歴史上初の快挙だ。世界一。そしてこの哲学は、国境を越えて独自の文化を生み出した。特に北米では、アメリカの自動車掲示板やレディットで、初めてのスポーツカーは何がいい？サーキットで遊ぶ車は？と聞くと、必ず同じ答えが返ってくる。どんな答え？ミアータイズオールウェイズザアンサー。答えは常にミアータだ。それ、宗教じゃない？しかもこの言葉の頭文字を取ると、ミアータになるっていう再帰的な言葉遊びまで生まれてる。完全に宗教だわ。で、その宗教の戒律ってどんなの？第1回、屋根は開けろ。第2回、馬力は求めるな。第3回、軽井沢に集え。ガチの宗教じゃない。冗談はさておき、実際にこの、宗教を支える聖地がある。毎年、長野県で開催される、軽井沢ミーティングだ。1993年にファン有志が自ら立ち上げた、世界最大級の単一車種オーナーズ集会だ。メーカー主導の反則イベントじゃない。ユーザーが30年以上かけて育て上げた、草の根の文化なんだ。ファンが自分で作ったイベントが30年以上続いてるの。ああ、しかもここでは、マツダの開発エンジニアとオーナーが直接語り合う。この場が、マツダの開発陣に、絶対にこの車を終わらせてはならないという使命感を与え続けているんだ。ファンがメーカーを動かしているのね。その通りだ。ロードスターは、メーカーが作った製品じゃない。メーカーとファンが一緒に育てた文化なんだ。さて、最後に未来の話をしよう。ロードスターの最大の敵は、今も昔も、重量増加だ。そして今、最も恐ろしい重量増加の要因が迫っている。電動化ね。そうだ。バッテリーとモーターの追加は、数十キロから数百キロの重量増加に直結する。グラム作戦で必死に削った重量が、一瞬で吹き飛ぶ可能性がある。それは深刻ね。実際、電動化されたスポーツカーを見てみると、MG サイバースターは車12トン近い。テスラ、ロードスターも、復活したとしても莫大なバッテリー重量を背負うことになる。これらはもう、かつてのライトウェイトスポーツとは全く違うカテゴリーの車だ。重いバッテリーを大パワーのモーターで無理やり動かしてるのね。ああ、それってまさに、マツダがロードスターで35年間否定し続けてきた、パワーウォーズの電動版だろ？確かにそうね。マツダの答えのヒントが、2023年のジャパンモビリティショーで発表された、マツダアイコニック SP だ。コンパクトな2ローターのロータリーエンジンを発電機として使い、モーターで駆動する、ロータリー EV システムを搭載したコンセプトカーだ。発電用のロータリーエンジンって、MX-30で一足先に復活してたわよね。ああ。だがアイコニック SP が積むのはさらに高出力な、2ローターだ。ロータリーはレシプロエンジンと比べて圧倒的にコンパクトで低重心だ。これを車体中央に低くマウントすることで、両管制モーメントを抑えつつ電動化できる。デザイン部門の中山忠氏は、単なる小モデルではなく、市販化する強い意志を持ってデザインしたと明言している。本気なのね。重いバッテリーをモーターパワーで搭載するんじゃなく、内燃機関のコンパクトさを最大限に活かして重量増を最小限に抑える。これが、人馬一体の電動スポーツカーへのマツダの回答だ。35年間貫いてきた、軽さの哲学を、電動化時代でも守ろうとしてるのね。でも電動化したら、もうロードスターじゃなくなっちゃうんじゃない？そう思うよな。
でもな、35年間ロードスターたらしめてきたのは、エンジンの種類じゃない。軽さと、人馬一体と、屋根が開くこと。この3つさえ守られれば、動力源が何だろうとロードスターはロードスターだ。マツダはそれをわかってる。つまり、今ガソリンのロードスターに乗ってる人の愛車の価値も、何も変わらないってことね。むしろ逆だ。内燃機関のロードスターは、35年の歴史の中でも、二度と作られない時代の記録になる可能性がある。今この瞬間にロードスターに乗ってる人間は、奇跡の物語のど真ん中にいるんだぜ。さて、長くなったけどまとめよう。ロードスターが35年間生き残った理由は、大きく3つある。1つ目、パワーウォーズに参加しないという戦略的判断。非力さを受け入れることで、軽さと低コストと規制対応の全てを両立させた。2つ目、RX8 のプラットフォーム有用、FC8 の提携、スカイアクティブによる独立回復、時代ごとに最適なアライアンスを組んで、泥臭く生き延びてきた経営戦略。そして3つ目、人馬一体という普遍の哲学と、それを支える世界規模のファンコミュニティの力。ロマンだけでも計算だけでもダメで、その両方があったから35年続いたのね。ダイハツ、コペンの生産終了が迫り、ボローの丘にまた新しい名前が刻まれようとしている今、次期型ロードスターがどんなパワートレインになるにせよ、マツダが、軽さと、人馬一体を手放さない限り、ライトウェイトスポーツの灯火が消えることはない。マツダ、ロードスターの35年は、効率と合理性だけが支配する現代に対する、ロマンティックで、かつ冷徹に計算された反落の記録なのね。いいまとめだな、レイム。さて、みんなはどう思う？次期型ロードスターは、電動化しても軽さを守れると思うか？そして、今ロードスターに乗ってる人、これから乗ろうとしてる人、君のロードスターは、35年続いてきた奇跡の物語の一部なんだぜ。ぜひコメント欄で愛車の世代と、ロードスターとの思い出を教えてくれ。最後まで見てくれて本当にありがとうな。